皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国のムン・ジェイン大統領の失政について取り上げていこうと思います。ムン・ジェイン大統領はこれまで様々な政策を推し進めてきました。しかし、それらの政策というのは、自分の地位を守るためには非常に有効なものが多い反面、一方で韓国の未来にとっては非常に大きな禍根を残すことになる、そのような政策というものが結構あります。今回取り上げる重大災害法というものも、労働者の安全を守るための法律なのですが、この法律を改正することが、労働者の安全を守りつつも、一方では韓国のビジネス界にそれこそ災いとなる法律です。それでは今回はムン・ジェイン大統領が一体何をやらかしたのか、早速見ていきましょう。ムン政権、企業だけ新法で始まる韓国企業の国外逃避。韓国国会は、労働者が仕事中に死傷した場合に、会社の代表者と経営責任者を処罰するという重大災害処罰などに関する法律、重大災害法を可決した。この法律案が国会に提出された段階で、韓国の経済7団体は、国会近くにある中小企業中央会で共同記者会見を開き、重大災害法は世界に例がない過剰立法だとして法制化の中断を求めていた。成立した重大災害法は論議に火をつけた正義答案より後退したという評価がある一方で、経済団体からは企業に厳しすぎるとの悲鳴が上がっている。反企業体質を隠そうとしないムン・ジェイン政権。ムン・ジェイン政権は最低賃金を上げれば消費が増え国民所得も増大するとする所得主導成長政策を掲げている。しかしこれは世界の経済専門家にはまず見向きもされない発想だ。それなのにムン政権は労働生産性を引き上げることもしないまま最低賃金を最初の2年間で 29% 引き上げてしまった。その結果、案の定と言うべきか、多くの自営業者や中小企業は廃業や倒産に追い込まれ、非正規雇用を中心に失業者が増大した。人々が直面したのは政権の意向とは裏腹に所得格差の拡大という悲劇であった。今回の法律は労働者や市民団体の声に押されたという点で最低賃金引き上げと根は同じだ。深刻な労働災害が相次ぐ韓国で企業や経営者に安全管理の徹底を促すという点では評価できるが、特徴は産業現場の責任者のみならず事業主、経営者の責任まで追及しようとしている点だ。もちろん事業主や経営者は安全な労働環境の整備に責任を持たなければならないが、韓国国会で成立した重大災害法はその基準も明確でなく、事故が起きた時に恣意的に経営者や事業主の責任が追及されかねないとして、財界などから猛反発が起きている。最低賃金の引き上げでは民間企業が大打撃を受けた。そのため、韓国に投資する者は愛国者というキャッチフレーズが叫ばれなければならないほど、韓国への投資を敬遠する動きが広がったのだが、今回の法律の導入によって、今度は韓国から脱出する企業が続出しそうなのである。すべての責任を企業に取らせ、過度の刑を課す重大災害法。重大災害法では、事業主らが安全教育、対策不備や不注意による事故で労働者が死亡した場合、安全対策を怠った事業主や経営責任者は1年以上の懲役または10億ウォン、日本円で9500万円以下の罰金刑となる。法人や機関にも50億ウォン以下の罰金が課せられる。労災で複数人が大怪我をした場合には、経営責任者を7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処すことも可能となった。さらに法律には、重大な労働災害を起こした事業主と法人に対し、最大5倍の懲罰的損害賠償を課すという内容も含まれた。ただ、5人未満の事業所は法の適用対象から外し、50人未満の事業所には3年の猶予期間を与えた。労働組合などの支持を受け、本法案を推進した政党正義党は、全国の事業体のうち5人未満が 79.8% だとして不満を述べ、採決を棄権した。企業が韓国から逃げ出す。経済7団体の長は、ひどすぎると一斉に反発の声を上げた。大韓商工会議所は、すべての責任を企業に取らせ、過度の刑を課していると主張した。韓国経営者協会も、経営責任者に過酷な処罰を課す違憲的法律だ、ひどすぎると批判した。
その中でも首都圏製造業及び700カ所を会員とする中小企業協同組合の理事長は、雇用を創出する企業を罪人扱いする国にこれ以上いる必要はない。周囲の中小企業代表もほとんど海外に工場を移転することを真剣に考えていると激怒している。重大災害法に従おうとすれば、時間と人件費が倍近く増える。元請け会社に対する処罰の負担で、大企業の下請けの量も大幅に減少すると予想され、心配との声が経営者から上がっているという。一方、市民団体は、この法律によって事業主が安全装置を用意し、産業災害が減ると評価している。ただ、事故が発生した場合、政府の傾向や世論によって事業主に責任を押し付ける一貫性のない判断が下される懸念がある。資本家や経営者が恐れているのがそこだ。この法律によって労働災害の減少が実現すればいいのだが、それ以上に韓国では企業の事業環境が一層悪化することになりそうだ。この重大災害法は今後韓国で製造業を展開しようとする外国企業の気持ちをくじくだろう。韓国企業も国内の事業を畳み、国外への進出を急速に進めるだろう。これらは韓国内の労働者にとって職を失うという結果を与えることになる。そうなれば、ムン・ジェイン政権は大きな誤算を犯したことになる。最後に記事の補足をしておきます。韓国における労働災害による被害者がどのくらいかという話です。日本では2018年、2019年と1000人以下でした。しかし人口が半分以下の韓国においての被害者というものはおおむね2000人前後となっていて、人口が半分以下であることを考えれば、日本の感覚から言えば4000人毎年命を失っているという惨状になっています。まず第一に、韓国における労働災害による死亡者数というものは OECD 加盟国の中でも悪い方です。なぜそのようなことになっているかといえば、これまでは罰金が非常に緩く、安全対策にお金をかけるぐらいだったら、誰かが亡くなってその時に改めて罰金を払った方がいいよねというような、そのようなアンバランスな状態になっていました。その反動もあって今回この労働災害法についての改正が行われました。しかし記事の中で何度も指摘されていたように、今回の改正というのは今までが軽すぎたのに対して今度は重すぎるといった形で明らかにバランスを欠いた政策です。しかしムン・ジェイン大統領はそのような明らかにやりすぎとも思えるところまで法律を変えるには理由があります。現在ムン・ジェイン大統領の大統領支持率というのは非常に従来よりも下がった状態です。新型コロナウイルスがもう全然大丈夫、K貿易というものは世界に誇れるべきものだといったようなことを言って安心安全という掛け声をしていたのですが、冬になって感染者数が大幅に増加して、その時になって国民からワクチンを早く用意しろというふうにせっつかれたら、今度はK貿易はもう大丈夫だよと言っていた手前、ワクチンについての用意をほとんどしていなかったことなどから国民からかなり批判を受けました。また現在は世界的にコロナバブルが株式市場や金融市場全体に広がっており、この関係で従来から過熱していたソウルの不動産市場についても高値圏に推移したままで国民からの不満は溜まった状態です。そういったことからも岩盤支持層によって支持率 40% は堅いかなというふうに見られていた大統領支持率も現在では 40% を下回るのが日常的な光景となっています。つまり今は支持率を上げるため、もしくは国民に対して自分が仕事をしているよということを強くアピールしなければならない時期なのです。そういったわけで今回の労働災害法についての改正もバランスの取れたいわば無難なものでは誰からも注目されません。そういったわけで企業に対して強く出たのです。企業経営者たちにしてみれば明らかにやりすぎだという声が出る不題に罰金やもしくは懲役刑のその量刑が重すぎるという判断をしているわけですが、ムン・ジェイン大統領にとってはそのように受け止められるくらいの方がむしろ良かったわけです。なぜそうなのかといえば、これは日本の国内においても全く同じなのですが、大企業というのは悪だと考えている人たちというのは非常に多くいます。それは韓国においてはもっとその色合いは濃くなります。なぜならば韓国は財閥企業というものが韓国経済の多くを握っている国であり、大企業といえば財閥、財閥といえばお金持ちという具合にして非常にその利益を独占している姿というのは韓国人にとっても非常に問題視されているからです。ですから企業に対して強く当たるというのはそれこそ多くの国民にとって望まれた大統領の姿ということです。
海外から韓国国内に投資しようと思った時に、様々な条件を調べた時に、あれ、大企業に対してやけに税制が厳しいな、もしくは労働環境としても最低時給がやけに高いな、そして労働時間についても制約が多すぎるな、労働組合が強すぎるな、といった具合にして様々な悪い要因というものが本格的な調査をすればわかるはずです。今回の話というのはそうした悪い条件にまた一つ加わったわけですから、ムン・ジェイン政権の進めてきた政策というのは、労働者の味方ですよ、そして企業は敵ですよというこの構造をより強化することによって、国内における自分の地盤固めには良いでしょうが、今後韓国の発展性に関しては自ら道を閉ざすような話なのです。韓国の財閥が国内でしている半導体事業や鉄鋼や造船など、海外へと移転が難しいものは韓国国内に残るでしょうが、今回の記事で触れられているように、海外に移転できるような業種や会社などについては、労働環境が悪ければ、今の時代はどんどんと海外へと移転するものです。ムン・ジェイン大統領にはそのような国際感覚というものがないようには私は見えます。韓国のムン・ジェイン大統領の進める政策というのはこのように日本が真似しちゃダメだよというのをよく知らせてくれるという意味で非常に勉強になるものがあります。そうした意味では参考になるのでこれからもご紹介していきます。というわけで今回のニュースを聞かれて皆さんはどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。